翼を持った旋律のように歌われます。すごく爽やかね。その数、600曲以上です。特に音楽賞はまさに名人芸です。こんにちは、投稿主のヨウムです。今回はハイドンの弦楽四重奏曲、ひばりを解説します。あら、可愛らしい名前ね。青空の中を自由に舞うような曲です。実は、この曲は、作曲者のハイドン自身も自由に憧れていた頃の作品なのです。そうなの？作曲家って束縛とは無縁そうだけど。今回の目次はこんな感じです。よければ最後までご覧ください。それでは参りましょう。はじめに、ハイドンの人物像を紹介しましょう。ハイドンは1700年代の後半に活躍しました。古典派、クラシック音楽の形式が確立した時代です。出身はオーストリア。性格はとても真面目で面倒見が良く、周りの人からは、パパ、ハイドンと呼ばれていました。優しい父親ってイメージね。そんな彼の作風は、とても端正で親しみやすい音楽です。確かに構造美って感じね。でもどうしてかしら？一言で言うと圧倒的な経験量です。ハイドンは生涯の大半をエステルハージ家に使いました。そして主や楽団員のために多くの曲を作ったのです。その数、600曲以上です。確かに600曲も作ってたら構造も磨かれそうね。はい。彼の豊富な経験による作品は後の作曲家が参考にし、交響曲弦楽四重奏曲の父として今でも尊敬されているのです。あ、もしかして父って、パパ、ハイドンが由来だと思われます。では、ひばりの背景をお話ししましょう。確か、ハイドン自身が自由に憧れていたんだっけ？その通りです。ひばりは1790年のどこかで書かれました。彼は主君であるエステルハージ家に恩義を感じつつも、束縛も感じていました。確かにずっと組織に縛られるような感じよね。そうかもしれませんね。それに加えてエステルハージの立地も大きな理由でした。エステルハージの居城、フェルテードは都市部からかなり離れており、当時は湿地帯という劣悪な環境だったのです。それは嫌かも。また、ハイドンは少し前に、ウィーンで様々な音楽家と知り合ったため、外への憧れがますます強くなっていました。ウィーンの友人への手紙を見てみましょう。今私は我が荒野に住んでいます。人付き合いもほとんどなく過ぎ去った憧れの記憶に浸っています。あの時の心の高まりは一体どこへ行ってしまったのか。奴隷であり続けるというのは惨めなものです。しかし同年転機が訪れました。主であるニコラウス公が亡くなったのをきっかけに、ハイドンはエステルハージ家から一時的に解放されたのです。まさに自由の翼を与えられたのね。彼はすぐにウィーンに住居を構えました。そしていくつかの弦楽四重奏曲を携えて、憧れの演奏旅行をしにイギリスに行ったのです。ひばりはこれらの出来事のどこかで書かれました。そっか、自由を望み叶った時期だったのね。まあ、明確に自由がテーマの曲ではないのですが、こういう出来事があったというのは覚えておいていいと思います。ちなみに、この曲はヨハン・トーストという名優のために作曲されました。トーストは元同僚のバイオリニストで、ちょうど結婚もした時期でした。結婚祝いの意味もあったのかも。このため、ひばりを含む数曲はトースト四重奏曲集と言われます。トースト四重奏曲集？そっちじゃない。第一楽章。自由の喜びが翼を持った旋律に乗せて歌われます。爽やかな幕開けね。このファーストのフレーズは当時にしては息が長いです。でも、ハイドンはこのフレーズをずっと分解せずに使います。魅力をそがないよう常にのびのびと奏でられるのです。確かに、一つの歌みたいに自由気ままね。第二楽章。あったかい雰囲気ね。でも、幽霊な感じもする。はい。実は私、ハイドンの感情楽章が大好きなのですが、その一番の理由は、流れがあることです。内声やベースに方向性があり、音楽を運んでくれるテンポ役も常に存在します。確かに、風が流れるようね。あとこれは捉え方にもよりますが、この楽章はあくまでもアダージオ、レントやラルゴではないですからね。確かにアダージオって意外と遅すぎないのね。いずれにせよ私は自然な流れの演奏が好きです。
決してよどまない音楽がハイドンの魅力なのね。第3楽章。王道のメヌエットです。装飾のついている3拍目にユーモアを感じますね。ハイドンの遊び心なのかも。短い楽章ですが、和音、強い音、裏拍などを駆使している面白い音楽です。最終楽章。この楽章、たったの2分しかありません。本当にあっという間で、すっきりした終わり方も素敵です。ファーストの名人芸的な回想が爽やかさを感じさせます。ヨウム、この曲はバイオリン弾きとしてはどうなの？ファースト以外は非常にとっつきやすいです。のびのびした曲が好きならおすすめです。ってことは、ファーストは指回りが結構大変です。検定者のヨハン・トーストがバイオリニストだったからと思われます。特に4楽章はまさに名人芸です。確かにさっき聞いてて大変そうだと思った。でも4楽章だけは他のパートも大変かも。4楽章は風雅なので、後半はセカンドいかにも名人芸が伝染するのです。指つりそう。いやー楽しいな。私たちは8部だものね。楽勝です。って感じですね。余裕ぶっこいてると痛い目見るのね。とは言っても、後の時代よりは単純明快です。明るい曲が好きなら、ぜひチャレンジしてください。というわけで、エンディングです。すごく爽やかで楽しかったわ。まさに、ハイドンの描いた自由な世界の曲ね。はい、青空を舞うような名曲です。機会があれば、ぜひ通して聴いてみてください。それでは解説はここまでとします。別の動画を作った時は、また見ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴、ありがとうございました。